外取るとこの回転でもう届いてしまうので、後ろ回転弦の左の後ろ回し後ろ弦が得意な選手にこのポジションを取った時は基本こちら側の回転は自分が近づいていってるってことを認識しておかないとこちらのボールにもらいやすくなるので、作戦を立てる上では対策は格段に立てやすくなります。またポジションごとに考えるという概念がなかった人にとっては、今後の組み手を考える上で大きな変換点になるのではないかと思います。おすこんにちは、空手家工芸です。今回はサウスポーの相手が苦手です。そんな方に必見の動画となります。特に、あなたが左足前で構えるいわゆるオーソドックススタイルの方でサウスポーが苦手という場合は今回ご紹介する知識を知らないと対サウスポーがずっと苦手なままになってしまいますので、ぜひ今回の動画を最後まで見ていってください。ちなみに相手がサウスポーの場合、相手に対してどのポジションに立っているかが非常に重要になってきます。現在僕が運営しているオンラインサロン、空手家動きのオンライン教室では毎月全ての方の質問に本気で回答しているのですが、意外とポジションで解決できる質問がたびたび来ており、相手がサウスポーの時にどうすれば有利なポジションになるのか、相手のどんな技が有効で何に気をつければいいのかという対サウスポーの作戦を組み立てる上で必須となる前提条件を知らない方も少なくないなと思っていたので、今回は知らない人は絶対不利になる対サウスポーにおける基本ポジションについて解説したいと思います。日頃、僕のチャンネルは空手家鋼鉄の技術解説や他の武道、格闘技の技術を深掘りするなど、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿しています。また本気で強くなりたい人、本気で強くしてあげたい人は YouTube では葛西鋼鉄の技術回数が見られ、毎月所属するメンバーの全ての質問に鋼鉄ががっつりお答えしているオンラインサロン空手家鋼鉄のオンライン教室もありますので、ぜひ動画概要欄をチェックしてみてください。では早速ポジションについて解説していきたいと思います。では今回、いわゆる喧嘩四つの構えに対するポジションの話になりますが、喧嘩四つと言われても何の話かちょっと分かんない人がいると思うので、ちょっと簡単に、説明したいと思いますが、最初にちょっと移動していわゆる、オーソドックススタイル同士の構えですね。これ相四つっていう型番になります。で、喧嘩四つっていうのは、お互いがこの前足が同じサイズですね。こちらサウスポーで、こちらオーソドックスな場合はこういう形で、逆もそうですね。逆にしていただいて、これもいわゆるこういう形を喧嘩四つっていう形になり、という言葉で、表しますので、喧嘩四つがこういう形で、相四つがこの形っていう、これだけちょっと、前提に置いておいてあります。今回、ご紹介する喧嘩四つの状態の、ポジションに対して、相手に対して自分がどの位置に立っていて何が有効なのか、そういった基本を、理解するために、大切になってくるのが、基本的にサウスポーに対してのポジションで内外でよく分けるんですが、ちょっとこれ書いて説明したいと思います。相手がこちらですね。相手が右足前ですね、サウスポースタイルで自分が、左足前のオーソドックスだったこの喧嘩四つの場合ですね。でこの時に、内外っていう形でポジションを、対別するんですが、基本的に僕が、外ポジションっていうのは相手のこのラインに対してこちら側に立つことを、外ポジションって言ってます。で、相手の、正面の線から相手のこちら側ですね。こちらに立つのを内ポジションというなんで、イメージとしては相手の要は背中側ですね。背中に行くのを外、相手のこの正面側に行くのを内っていう形で、ポジション分けしているので、二分すると基本この外、内になります。当然この正面もあるんですが、ポジションの解説する場合は基本外、内で解説する僕の場合は品質的なので、この 2種類ですね。これをまず、どっちが外、どっちが内っていうのだけ覚えておいてください。内外のポジション、それぞれにメリットデメリットがありますが、とりあえずポジションについての知識がない、レベルの時の対サウスポーの基本はもう何が何でもとりあえず外ポジションが基本にはなります。内ポジションについては正直上級者が技ごとに選んで取るレベルの位置であり、基本で解説できる話ではないので、今回は対サウスポーの基本となる外ポジションのメリットとデメリットを解説してお届けしたいと思います。今回は外ポジションのメリットデメリットの、中でも大きなものを3つピックアップしていきました。まず外ポジションのメリットを3つ、ご紹介します。まず1つ目、相手の後ろ手後ろ足の攻撃が読みやすくなる。
2つ目、半身になれば相手の前手の初手も、限定できる。3つ目、自分は両方の攻撃が出せるんです。相手がサウスポーで構えてもらった場合に、外ポジションというのは相手に対してこちらのポジションです。こちらを取っていくポジションになるんですが、まず、1つ目の相手の、後ろ足、後ろ手の、攻撃が読みやすくなるというのは当然なんですが、これ、ここに立っているのと、ここで立っているのと、ここの距離が、相手から遠くなるので、まずこれで、相手から、離れたもの、当然ですが、ここにいる相手を叩くのと、ちょっと例えそうなんですけど、普通に、ここを叩くのと、ちょっとここに立ってる相手を叩くのだと、多分距離感としては遠く感じるんですね。で、当然ですが、これ遠くなる分、普通、2人分かりやすく言うと、ここまでずれると、前足を多分ずらさないと、こちらに攻撃できなくなりますね。なので、こうなると、もう相手の奥手、奥足は完全に読みやすくなります。当然、ここまでずれてなくても、ちょっとずれるだけで、相手の初動が絶対に大きくなるので、ここまでの距離が、空く分、本当0コマ0何秒の話なんですが、それってかなり格闘技においては大きな差になるので、これずれると、まず後ろ手が読みやすくなります。で、もう一つなんですが、相手がこうやって正面を向けば、外のポジションを取っていても、こちらのパンチとか、打てちゃうんですが、こちらがかなり半身のスタイルで外ポジションを取ってしまうと、こっちの手、ほぼ出せなくなるんですね。そうすると、半身になることで、相手の前手もほぼ殺せます。で、こうすると、前手の、相手が構えて、前手の外に自分が立っていると、これもう、前手ってここを当てることできないし、こっちも当然打つことができないんで、もうこれ左手、ここにポジション取るだけ、これ左手殺せるんで、もうこちら側の攻撃に集中すればいいので、相手の前手の選択を殺せるっていうことが、メリットの2つ目なんですね。3つ目に関しては、当然ですが、相手を自分は中心に捉えているので、これ僕は別にどっちも攻撃です。なんで、外ポジションのメリットとしてはこの3つになりますね。相手の後ろ手、後ろ足、こちらの攻撃が読みやすくなる。半身を切ることで相手の前手の攻撃を、選択肢としてなくすことができる。で、自分はこの中心、相手はそうだけど自分は中心に捉えているので、これ僕は両方とも攻撃できる。この3つがメリットになります。メリットだけを聞くと、外ポジションでいいことしかないっていうデメリットないんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、これ当然ですが、この自分が外のポジションを取ることで、ここの正面ラインを通す攻撃ができないので、相手からすると要は正面からまっすぐこう自分に向かってくる、いわゆるこういう怖い攻撃っていうのがここのポジションを取ることで出しにくくなるっていうデメリットがまず1つ目ですね。で、2つ目はこちらのポジションからこちらに移行することで、実はこれ前足のロースこの状態でちょっと、僕が例えば外を捉えたポジションで、この場合は、実はこの前足のロー、このパーンって蹴るローなんですが、これに関しては、自分のこの蹴り抜くまでよりもこちらに来てくれてる分、これ早く当たるので、前足の外ロー、このローに関しては外ポジションを取ってくれる人の方が当たりやすくなります。これちょっと内側行きます。内側行くと当然ここから、この距離が遠くなるので、これは、蹴りづらくなるので、実はこの外ポジションを取った時は、このポジションを取った時は前足のこの外ロー、これは当たりやすくなるので、外を取った時のデメリット2つ目が、相手の前足の外ローはもらいやすくなるよということです。そして、デメリットのあるもう一つですね、これちょっと大きなデメリットだったりするんですが、左の後ろ蹴り、後ろ回し蹴りが得意な選手に、このポジションを取っていくと、こうすると、左の後ろ回し蹴り、後ろ蹴りに自分から近づく攻撃になるので、こちらの回転が例えば、内側のポジション、内側だとここからここまでが遠いので、ここまで回して蹴らないと、届かないんですが、ちょっと外取ると、この回転でも届いてしまうので、後ろ回転蹴りの左の後ろ回し、後ろ蹴りが得意な選手に、このポジションを取ったときは、基本こちら側の回転は自分が近づいていってるってことを認識しておかないとこちら側の攻撃にもらいやすくなるので、これはちょっと、これが得意な選手は結構大きな、デメリットになってきてしまうので、こちら取っている場合は必ず相手がこっちに回転する瞬間は逃さないようにっていうのをちょっとそこは意識として置いておいてください。これに反応さえできればデメリットをかなり、リスキーなデメリットを消すことができるので、これちょっと、それは危なくなってるんだよっていう状況を知っているか知らないかだけで全然対応力が違ってくるので、これ参考にしてみてください。
足首とこの股関節とこの腹筋群ですね、ここを、意図的にこういうふうに構えた状態で振り付けやると、まず悟られない前蹴りになります。これはですね、僕が実際に黒木の先輩に聞かされた技で、蹴られた瞬間に、何を聞かされたのか一瞬分からなかった。いかがだったでしょうか。今回のポジションの基本を知っておけば、あとは相手の得意技やスタイルによってポジションの危険度や警戒すべき点は異なりますが、作戦を立てる上では対策は格段に立てやすくなります。またポジションごとに考えるという概念がなかった人にとっては、今後の組み手を考える上で大きな変換点になるのではないかと思いますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただき、様々なポジションについて自分なりに思考を深めていってもらえればなと思います。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家屋の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。実はコンビネーションの練習って大切な部分に気づかないことで、せっかくやっているミット練習が実戦では全く使えない残念なコンビネーションになってしまっているっていうことが非常に多い練習だったりします。というか僕自身がそのせいで若い頃ミットであれだけ練習したのに全然試合で出せなかったっていう経験をたくさんしていました。